思います。私の足の力を使って、海の中を自由に移動してみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは以前作った人力高速ボートを改造して海に入れるようにしましょう。軽くて浮力の大きい木でできている部品を水と同じ比重のプラスチックに交換します。よし、これで沈みやすくなったはずです。でも、これだけでは前に進めないので、水中で進むための仕組みを追加していきます。最初はこんな感じで、回し車の片側に補修材のかけらをぐるっと一周きれいに貼り付けます。これが歯車になるわけですね。そして、こちらの歯車に噛み合うように、まずは歯が一つだけある歯車で位置合わせをしたら、こんな感じでぐるっと一周、歯を追加していきます。よし、歯車ができました。こちらをセットすると、うまく噛み合ってますね。この歯車を設計図機能で複製して、後ろにもつけましょう。こうすると、前後の歯車が逆回転に回っているのがわかると思います。操縦席に乗って足で回してみても、歯車が壊れることなく回り続けてくれました。回転数を測ってみると、回し車が 150rpm くらい、歯車が 400rpm くらいと、かなり高速で回っています。これを利用すれば、前後にスクリーンをつけて、逆回転させることで、反作用を打ち消しつつ、前に進めるんじゃないでしょうか。早速スクリーンを作っていきましょう。水中は抵抗が強いので、これくらいの浅めの角度にした軸に、歯車を作る時の技術を応用して、薄いプラスチックの板を、なるだけたくさん貼り付けていきましょう。よし、全部で31枚の板を使った、綺麗な円形のスクリューができました。でも、このスクリューが前にあると見えにくいので、もう片方のスクリューは、シンプルに16枚重ねた板を2つ横に並べたものにしました。前には、こちらのシンプルなスクリューを、後ろには、円形のスクリューを取り付けましょう。屋根の部品も、進行方向に合わせて、付け直しました。この状態で回してみると、なるほど、スクリューは回っていますが、回転は遅くなっています。回転数を測ると、回し車は 50rpm くらい、スクリューは 200rpm くらいと、半分くらいになっています。とりあえず、掴みやすい操縦桿をつけたら、海の中に入ってみましょう。回し車の力で、浅いところは普通に進みますが、深いところまで行くと、残念なことに、スクリューは回っていても、速度がかなり遅くなって、超ゆっくりにしか進めなくなりました。推進力が不足しているせいか、潜ることもできない状態なので、もっとスクリューの抵抗を少なくするために、試しに前のスクリューを取り外してみましたが、結果は変わりませんでした。水面しか移動できないので、まだ潜水艦とは言えませんね。私の視点にして、この時の速度を測ってみると、秒速 0.1 メートルほどと、とても遅いですし、スクリューの回転数も 30rpm ほどと、やる気が感じられません。前のスクリューを取り外すことで、秒速 0.3 メートルほどまで速度が上がりましたが、それでも遅すぎですね。やはり、歯車の仕組みを挟むと、人力のパワーをかなりロスしてしまうみたいです。なので、
とスクリューを取り外して、回し車の軸の部分に、直接円形のスクリューを取り付けました。そして操縦桿も、その反対側に移動したら、地上での回転数を測ると、480rpm と、最大回転数で回っていました。これは期待できそうです。早速水の中で動かしてみましょう。すると、おっと、水の上を跳ねています。ちょっと壊れてますし、水の中に潜る気配がありません。まだ調整が必要ですね。ここはシンプルに、操縦桿の材料を、重い古代の合金の塊に変えて、沈みやすくしてみました。この状態で海に運んだ後、海中で乗ってみると、プルプル震えながら進んでいきます。歯車を使っていた時とは、比べ物にならないほど、スムーズに進んでますね。これこそ潜水艦です。この時の速度を測ってみると、だいたい秒速 2.8 メートルくらいでした。潜水艦にしては、なかなかの速さです。でも、もう少し工夫すれば、もっと安定して、速度を出せるかもしれないので、さらに改造していきましょう。とりあえず、さっきまでつけていたスクリューを、三重にくっつけることで、パワーアップできるんじゃないでしょうか。こちらを試してみると、これでも進んでいますが、相変わらずプルプルしています。速度がどれくらいなのか、測ってみると、秒速 2.5 メートルくらいと、さっきより遅くなりました。増やせばいいわけではないんですね。では今度は、最初に前の方につけていた、シンプルなスクリューに付け替えて、性能が変わるか見てみましょう。進む姿は、円形のスクリューと変わっていない気がしますが、スピードを測ると、秒速3メートルくらい出ています。わずかに速くなりましたが、誤差の範囲ですね。ではここで、角度を45度くらいにした、もっと大きなスクリューを作って、試してみます。強力そうなスクリューですが、どれくらい速度が出るんでしょうか。早速水中で回すと、ダメですね。大幅に遅くなりました。抵抗が強すぎて、早く回せないみたいです。速度の方は、秒速 1.3 メートルほどと、半分以下になってしまっています。抵抗が強すぎるのもダメなんですね。そこで、スクリューの角度を、もう少し緩やかな、30度くらいに変更してみましょう。これで抵抗が低くなって、もっと早く進めるんでしょうか。試してみると、さっきよりは早く回転して、スムーズに進んでいます。早速速度を確認すると、秒速 1.4 メートルほどと、さっきとほとんど変わりません。結局、最初の円形のスクリューが、見た目も良くて早かったので、そちらに戻しましょう。では今度は、カメラの位置を固定して、水中での旋回性能を確認すると、旋回もクイックにできます。今までの潜水艦より、重量も軽いですし、前後左右の幅も狭いので、私が方向転換するだけで、クイックに追従してくれました。もちろん、人力なので、逆回転することで、逆方向に移動することができます。この動きも、水中の敵が追加された時なのに、なかなか便利そうですね。ちなみに、改造元が人力高速ボートなので、地上を走ることもできました。重量は少し重いですが、かなり高速で動くことができます。
おっと、蛇口の衝撃で壊れてしまいました。そして、水面でうまく回転させると、人力高速ボートと同じように、すごい速度で滑走することができますが、スクリューも一緒に回転しているので、推進力が発生しています。それを利用することで、スクリューを利用したエアブレーキをかけることもできました。水中以外の使いやすさは、人力高速ボートの方が上ですが、この人力潜水艦は、地上と水面、水中まで移動できるので、なかなか便利な乗り物に仕上がったんじゃないでしょうか。それでは最後は、人力潜水艦に乗って、向こうの島まで行ってみましょう。水中に潜って、震える操縦桿を押さえながら、安定して潜行してくれています。海岸まで移動できたので、このまま上陸して、しばらく進んだところで、ゴールとしましょう。それでは、たくさん海中を人力で潜行して、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、人力潜水艦さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、ま